2025年世界で最も強力な軍隊トップ20。スペインの2025年の軍事費は234億ドルで、GDP のわずか 1.4% です。現役兵士は13万3000人、予備役は1万5000人です。スペインには7万8000人の人員を要する準軍事組織のグアルディア、シビルがあります。スペイン軍には合計22万6000人の軍人が勤務しています。この国の年間動員潜在力は32万6000人です。スペイン軍はレオパルド2アンペア6と2アンペア4を含む327両の戦車を保有しています。空軍は140機の戦闘機と12機の攻撃機を含む513機の軍用航空機を保有しています。スペインはまた121機の軍用ヘリコプターと17機の攻撃ヘリコプターを保有しています。スペイン軍は1万5000台以上の装甲車両、96門の自走砲、140門の牽引砲を保有している。スペインは MLRS ミサイルランチャーを持っていない。また、3つのパトリオット砲台と8つの NSAMS 短距離、中距離砲台を保有している。スペイン海軍は航空母艦、フアン、カルロス1世、1隻、フリゲート艦11隻、潜水艦3隻、機雷掃海艇6隻、哨戒艦23隻を装備している。19、ポーランド。ポーランドの2025年の軍事費は487億ドルで GDP の 4.7% という過去最高を記録した。ポーランド軍は現在20万2000人の現役兵士と35万人の予備役を要している。さらに、ポーランドには5万人の準軍事組織がある。ポーランド軍には合計60万2000人の軍人が勤務している。同国の年間動員能力は46万人である。陸軍は最新の M1A2 エイブラムスや K2 ブラックパンサーを含む612両の戦車を保有している。ポーランド空軍は59機の戦闘機と34機の攻撃機を含む468機の軍用航空機を保有している。ポーランドはまた215機の軍用ヘリコプターと30機の攻撃ヘリコプターを保有している。陸軍はロソマク装甲兵員輸送車やボルスク歩兵戦闘車を含む1万4000台以上の装甲車両を保有している。ポーランドは AHS クラブや K9 サンダーを含む525門の自走砲を保有している。また、K239 チュンムーや HIMARS を含む211台の MLRS ロケットランチャーも保有している。ポーランド海軍は2隻のフリゲート艦、2隻のコルベット艦、1隻の潜水艦、3隻の機雷掃海艇、3隻の哨戒艦を装備している。18、ウクライナ。ウクライナは依然として戦争状態にあり、その国防予算は主に他国からの財政援助によって賄われていることに留意すべきである。ウクライナ軍は現役兵90万人と予備役120万人から構成され、さらに10万人の準軍事組織を要している。ウクライナ軍は合計222万人の軍人を要している。重要なのは、同国の年間動員能力が38万人であることだ。ウクライナは1100両の戦車を含む様々な軍事装備を保有している。ウクライナ空軍は、戦闘機70機と攻撃機36機を含む軍用航空機325機を保有している。また、ウクライナは軍用ヘリコプター136機と攻撃ヘリコプター39機を保有している。
ウクライナ軍は装甲車1万9000台。自走砲650門、牽引砲615門を保有している。オーストラリアはまた280台の MLRS 発射装置を保有している。ウクライナ海軍は実質的に存在せず、少数の哨戒部隊を装備している。17、オーストラリア。オーストラリアの2025年の防衛費は370億ドルで、GDP の 2.1% であった。オーストラリア陸軍は、現役兵士5万7000人と予備役3万2000人で構成される。さらに、オーストラリアには準軍事組織はない。オーストラリア陸軍は、合計8万9000人の軍人を擁している。重要なのは、この国の年間動員力が29万人であることだ。オーストラリアは60台の戦車を含む様々な軍事装備を保有している。オーストラリア空軍は、24機の戦闘機と62機の攻撃機を含む327機の軍用航空機を保有している。オーストラリアは、また、69機の軍用ヘリコプターと22機の攻撃ヘリコプターを保有している。オーストラリア軍は、15,600台の装甲車両と48門の牽引式砲を保有している。さらに、オーストラリアは MLRS 発射装置を保有していません。オーストラリア海軍は、ヘリコプター搭載空母2隻、駆逐艦3隻、フリゲート艦7隻、潜水艦6隻、そして多数の哨戒艦を保有しています。16、イラン。イランの2025年の国防費は154億ドルで、GDP の 3.5% を超えています。イラン軍は現役兵61万人と予備役35万人で構成されています。さらに、イランには22万人の準軍事組織があり、合計で118万人の軍人を擁しています。重要なのは、イランの年間動員能力が140万人であることです。イランは、T-70、ズルフィカール、カラール、近代化された M60 アンペア1戦車など、1700両の戦車を含む多様な軍事装備を保有しています。イラン空軍は、188機の戦闘機と21機の攻撃機を含む550機の軍用航空機を保有しています。また、イランは128機の軍用ヘリコプターと13機の攻撃ヘリコプターを保有しています。イラン軍は装甲車両6万5000台。自走砲392門、曳航砲2070門を保有している。また、1500台の MLRS 発射装置も保有している。イラン海軍はフリゲート艦7隻、コルベット艦3隻、潜水艦25隻、多数の哨戒艦を保有している。最新情報によると、イランは核弾頭を保有している可能性があるが、その数は不明である。15、イスラエル。イスラエルの2025年の国防費は305億ドルで、GDP の 6% を占めた。イスラエル軍は現役兵士17万人と予備役46万5000人で構成される。さらに、準軍事組織があり、3万5000人が所属している。イスラエル軍には合計67万人の軍人が勤務している。重要なのは、同国の年間動員能力が12万9000人であることだ。イスラエルは、メルカバ戦車1300台を含む様々な軍事装備を保有している。空軍は、戦闘機240機と攻撃機38機を含む611機の軍用航空機を装備している。また、軍用ヘリコプター147機と攻撃ヘリコプター48機を保有している。陸軍は装甲車両3万4000台。
自走砲352門、牽引砲171門を保有している。イスラエルは MLRS 発射装置も183機保有している。海軍はコルベット7隻、潜水艦5隻、多数の哨戒部隊を装備している。イスラエルは核保有国でもあり、80個以上の核弾頭を保有している。14、ドイツ。ドイツの2025年の軍事費は680億ドルで、GDP の 2.1% をわずかに上回る。ドイツ連邦軍として知られるドイツ軍は、現役兵士18万1000人。と予備役3万4000人から構成されている。ドイツには準軍事組織はない。ドイツ軍は総勢21万5000人の兵力を要し、年間動員能力は83万人に達します。ドイツは多様な軍事装備を有しており、レオパルト2戦車295両。最新型のレオパルト2アンペア8モデル18両を含むを保有しています。ドイツ空軍は618機の軍用航空機を保有しており、そのうち戦闘機は133機、攻撃機は76機です。また、軍用ヘリコプターは318機、攻撃ヘリコプターは55機あります。ドイツ連邦軍は、マルダー、プーマ、ボクサーなど、7万9000台以上の装甲車両を保有しています。ドイツ軍は、ツエイチ、2000自走砲を134門。M270、MLRS ロケットランチャーを33門装備しています。さらに、ゲパルト自走対空砲システム90門。とパトリオットシステム中隊9個を保有しています。ドイツ海軍は、ミサイルフリゲート艦12隻、コルベット艦5隻、潜水艦6隻、駆逐艦12隻を保有しており、少なくとも13隻を保有しています。インドネシアの2025年の国防費は106億ドルで、GDP の 1.5% を占めています。インドネシア軍は現役兵40万人と予備役40万人で構成されています。さらに、インドネシアには準軍事組織があり、25万人が所属しています。インドネシア軍には合計105万人の軍人が勤務しています。重要なのは、同国の年間動員能力が470万人であることです。インドネシアは、レオパルド2アンペア4などの戦車330両やハリマウ、カプラン MT、中戦車など多様な軍事装備を保有しています。インドネシア空軍は、戦闘機41機と攻撃機34機を含む460機の軍用航空機を保有しています。また、軍用ヘリコプター214機と攻撃ヘリコプター15機を保有しています。インドネシア軍は、装甲車両2万台。自走砲153門、牽引砲396門を保有しています。インドネシアは MLRS 発射台を63機保有している。インドネシア海軍はフリゲート艦7隻、コルベット艦25隻、潜水艦4隻、そして多数の哨戒艦艇を保有している。12、ブラジル。ブラジルの2025年の国防費は260億ドルで、GDP のわずか 1% に過ぎない。ブラジル軍は現役兵36万人と予備役34万人で構成されている。さらに、ブラジルには20万人の準軍事組織があり、合計90万人の軍人が勤務している。重要なのは、ブラジルの年間動員能力が350万人であることだ。ブラジルは、レオパルド1アンペア 5BR、M60 アンペア3、カプラン MT などの戦車295両を含む多様な軍事装備を保有している。
ブラジル空軍は43機の戦闘機と38機の攻撃機を含む513機の軍用航空機を保有しています。また、ブラジルは190機の軍用ヘリコプターも保有しています。ブラジル軍は22000対の装甲車両、109門の自走砲、412門の牽引砲を保有しています。ブラジルはまた38対の MLRS ミサイルランチャーも保有しています。ブラジル海軍はヘリコプター空母1隻、フリゲート艦6隻、コルベット艦2隻、潜水艦4隻、多数の哨戒艦を装備しています。11イタリアの2025年の防衛費は344億ドルで GDP の 1.5% を占めています。イタリア軍は現役兵16万5000人と予備役1万9000人で構成されています。さらに、イタリアには軍の憲兵隊に相当する準軍事組織であるカラビニエリ軍団があり、人員は10万5000人です。イタリア軍には合計28万9000人の軍人が勤務している。重要なのは、同国の年間動員力が54万2000人であることだ。イタリアはレオパルド2やアリエテなどの戦車200両を含む様々な軍事装備を保有している。イタリア空軍は、戦闘機90機と攻撃機67機を含む800機の軍用航空機を保有している。イタリアはまた、軍用ヘリコプター402機と攻撃ヘリコプター57機を保有している。イタリア陸軍は装甲車6万2000台。自走砲64門、牽引砲108門を保有している。イタリアはまた、MLRS ロケットランチャー21機を保有している。イタリア海軍は、航空母艦2隻、駆逐艦4隻、フリゲート艦13隻、潜水艦8隻、多数の哨戒部隊を装備している。10、パキスタン。パキスタンの2025年の防衛費は76億ドルで GDP の 1.7% であった。パキスタン軍は現役兵65万4000人と予備兵55万人で構成されています。さらに、準軍事組織50万人を有しています。パキスタン軍の兵員総数は170万4000人です。注目すべきは、同国の年間動員能力が460万人であることです。パキスタンは3740両の戦車を含む様々な軍事装備を保有しています。パキスタン空軍は、戦闘機387機と攻撃機90機を含む1430機の軍用航空機を保有しています。また、軍用ヘリコプター352機と攻撃ヘリコプター57機を保有しています。陸軍は装甲車5万500台。自走砲752門、牽引砲3238門を保有しています。さらに、MLRS 発射装置602機を保有しています。トルコの海軍は、駆逐艦2隻、フリゲート艦9隻、コルベット艦7隻、潜水艦8隻、多数の哨戒艦を装備している。パキスタンも核保有国であり、165個の核弾頭を保有している。9、トルコの2025年の防衛費は470億ドルで GDP の 4% だった。トルコ軍は現役兵士35万5000人、予備役37万8000人を擁している。さらに、トルコには15万人の準軍事組織がある。トルコ軍には合計88万3000人の軍人が勤務している。同国の年間動員潜在人数は141万1000人である。
トルコは2200両の戦車を含む様々な軍事装備を保有している。トルコ軍は主にレオパルド2アンペア4やレオパルド2アンペア6などの戦車を使用しており、将来的には独自のアルタイ戦車も使用する予定。トルコ空軍は1000機以上の軍用機を保有しており、そのうち205機は戦闘機だが、攻撃機はない。トルコは502機のヘリコプターと110機の攻撃ヘリコプターを保有している。陸軍は55000台の装甲車両を保有している。トルコは1000門以上の自走砲と1700門の曳航砲を保有しています。また、286機の MLRS ミサイル発射装置も保有しています。トルコ海軍はヘリコプター搭載空母1隻、フリゲート、艦16隻、コルベット艦9隻、潜水艦12隻、多数の哨戒艦を装備しています。8、日本の2025年の防衛費は550億ドルで、GDP のわずか 1.4% でした。自衛隊は現役兵24万7000人と予備役5万6000人で構成されています。さらに、日本には準軍事組織があり、2万5000人が勤務しています。全体として、自衛隊には32万8000人の軍人が勤務しています。重要なのは、この国の年間動員能力が110万人であることです。日本は10式戦車などの戦車518両を含む様々な軍事装備を保有している。航空自衛隊は、戦闘機217機と攻撃機36機を含む1459機の軍用機を保有している。また、軍用ヘリコプター577機と攻撃ヘリコプター119機を保有している。軍は装甲車37600台、自走砲173門、曳航砲480門を保有している。さらに、54機の MLRS 発射装置も保有している。海上自衛隊は、ヘリコプター搭載母艦4隻、駆逐艦36隻、フリゲート艦4隻、コルベット艦6隻、潜水艦23隻を装備している。7、フランス。フランスの2024年の軍事費は550億ドルで、GDP の 1.9% を占めた。フランス軍は約20万人の現役兵と2万6000人の予備役を要している。さらに、フランスには準軍事組織である国家憲兵隊と国民衛兵があり、合わせて15万人の人員を要しています。フランス陸軍は総勢37万6000人の軍人を要し、年間動員能力は74万2000人です。フランスはルクレール戦車を含む222両の戦車を保有しています。フランス空軍は、ダッソ、ラファールなどの戦闘機224機を含む972機の軍用航空機を保有しています。また、軍用ヘリコプター447機と攻撃ヘリコプター69機も保有しています。フランス軍は8万5000台以上の装甲車両と、シーザー榴弾砲などの自走砲96門を保有しています。また、フランスは MLRS ロケットランチャーをわずか9機しか保有していません。フランス海軍は、航空母艦1隻、ヘリコプター搭載、母艦3隻、駆逐艦10隻、フリゲート艦11隻、潜水艦9隻、多数の哨戒艦艇を保有している。フランスはまた核保有国でもあり、約300個の核弾頭を保有している。6、イギリスの2025年の防衛費は821億ドルで GDP の 2.3% であった。イギリス陸軍は現役兵士18万5000人。
と予備役92万4000人を要している。また、イギリスには準軍事組織はない。イギリス陸軍は合計110万9000人の軍人を要している。この国の年間動員潜在力は74万3000人である。イギリス陸軍はチャレンジャー2戦車を213両保有している。イギリス空軍は664機の軍用機を保有しており、これには F-35などの戦闘機120機と攻撃機29機が含まれる。英国はまた276機の軍用ヘリコプターと52機の攻撃ヘリコプターを保有している。英国軍は2万7000台以上の装甲車両、71門の自走砲、126門の曳航砲を保有している。英国はまた41機の MLRS ロケットランチャーを保有している。英国海軍は2隻の航空母艦、6隻の駆逐艦、11隻のフリゲート艦、アスチュート級及びヴァンガード級原子力潜水艦を含む10隻の潜水艦、及び多数の哨戒艦を装備している。英国は核保有国でもあり、225個の核弾頭を保有している。5. 韓国。韓国の2025年の防衛費は460億ドルで、GDP の 2.3% であった。大韓民国陸軍は、現役兵士60万人と予備役310万人を要している。さらに、韓国には12万人の準軍事組織がある。韓国軍は合計382万人の兵員を要しています。特に注目すべきは、同国の年間動員能力が41万人であることです。韓国は K2 ブラックパンサー戦車を含む2500両の戦車を保有しています。韓国空軍は1576機の軍用航空機を保有しています。インド海軍はヘリコプター、空母、2隻、駆逐艦13隻、フリゲート艦17隻、コルベット艦、5隻、潜水艦、22隻、多数の哨戒艦、を装備している。4. インド。インドの2025年の国防支出は750億ドルで GDP の 2% 未満だった。インド軍は現役兵力145万5000人と予備役115万5000人を要している。さらに、インドには252万7000人の準軍事組織が存在します。インド陸軍は総勢513万7000人の軍人を要しています。特に注目すべきは、同国の年間動員能力が2350万人であることです。インドは4600両の戦車を含む様々な軍事装備を保有しています。インド空軍は2296機の軍用航空機を保有しており、そのうち戦闘機は606機、攻撃機は130機です。また、軍用ヘリコプターは869機、攻撃ヘリコプターは40機あります。陸軍は装甲車15万1200台。自走砲140門、牽引砲3240門を保有しています。さらに、702機の MLRS ロケットランチャーを保有しています。インド海軍は、航空母艦2隻、駆逐艦12隻、
フリゲート艦12隻、コルベット艦18隻、潜水艦18隻、そして多数の哨戒艦を保有しています。もちろん、インドは核保有国でもあり、160個の核弾頭を保有しています。3. ロシア。ロシアの2025年の国防費は1260億ドルに達し、GDP の 6.2% に相当します。ロシア軍は現役兵力132万人、予備役200万人を要しています。さらに、ロシアには25万人の準軍事組織があり、合計357万人の軍人が勤務しています。重要なのは、同国の年間動員能力が125万9000人であることです。ロシアは14,700両の戦車を含む様々な軍事装備を保有しています。ロシア空軍は4255機の軍用航空機を保有しており、そのうち戦闘機は809機、攻撃機は730機です。また、ロシアは1547機の軍用ヘリコプターと560機の攻撃ヘリコプターを保有しています。軍は16万1000台以上の装甲車両、6200門の自走砲、8350門の牽引砲を保有しています。ロシアはまた、3060機の MLRS 発射装置を保有しています。ロシア海軍は、航空母艦1隻、駆逐艦14隻、フリゲート艦12隻、コルベット艦83隻、潜水艦65隻、多数の哨戒艦を装備しています。もちろん、ロシアは核保有国であり、核弾頭の総数は約6000個で、これは世界最大です。2. 中国。中国の2025年の国防費は2660億ドルで、GDP の 1.5% を超えています。中国陸軍は現役兵力203万5000人、予備役兵力51万人を要しています。さらに、準軍事組織である準軍事組織は62万5000人を有し、合計317万人の軍人を要しています。特に注目すべきは、中国の年間動員能力が1953万人に及ぶことです。中国は戦車5000両を含む多様な軍事装備を保有しています。中国空軍は戦闘機1200機、攻撃機371機を含む軍用航空機3300機を保有しています。また、軍用ヘリコプター913機と攻撃ヘリコプター281機を保有しています。陸軍は装甲車17万4000台以上、自走砲3850門、牽引砲1430門を保有しています。さらに、MLRS ロケットランチャー3180機を保有しています。中国海軍は、航空母艦3隻、ヘリコプター搭載母艦3隻、駆逐艦49隻、フリゲート艦42隻、コルベット艦72隻、潜水艦61隻、そして多数の哨戒艦艇を保有しています。中国はまた、核保有国であり、約300個の核弾頭を保有しています。1. アメリカ合衆国。アメリカ合衆国は世界最大の国防費支出国です。2025年の軍事費は8950億ドルで、GDP の 3% 強に相当します。米軍は現役兵力132万8000人と予備役兵力80万人を要しています。準軍事組織は存在しません。アメリカ陸軍は総勢212万8000人の軍人を要し、年間動員能力は440万人に上ります。アメリカは高度で多様な軍事装備を有し、戦車4600両、
ウチエイブラムス戦車1000両を保有しています。アメリカ空軍は13200機の軍用航空機を保有し、戦闘機1854機、攻撃機896機を保有しています。また、ヘリコプター5730機、攻撃ヘリコプター1000機を保有しています。アメリカ軍は装甲車36万台以上、自走砲1600門、牽引砲1260門以上を保有しています。さらに、MLRS ロケットランチャー694機を保有しています。アメリカ海軍は、航空母艦11隻、ヘリコプター搭載母艦9隻、駆逐艦75隻、コルベット艦23隻、そしてオハイオ級とバージニア級を含む潜水艦64隻を保有しています。アメリカは言うまでもなく核保有国であり、5500発以上の核弾頭を保有しています。この動画が気に入ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。